おはようございます。あきこです。今日もインドからお届けします。今日はそうなんか YouTuber の人で紹介してくれたみたいでそれから来る方が結構いると思うから、私がどういうことをお伝えしているかっていうのを、この動画で撮っていきたいと思います。今見えてる現実っていうのは自分の周波数が映し出されてるってやつね。これを一番伝えてるんですけど、今さ現実が苦しいとするじゃないですか。今現実が苦しいってことは目の前の、苦しい現実の中に入ってるってことなんですね。でその自分の現実っていうのは自分の気持ちがね、気持ちがこっちが映写機で外側にが映画みたいなもんなんですよ。それでこう映し出されてるっていうのがなんていうのかな、現実なんですよね。なんかもうすごい端折っちゃってごめんなさいね。わかるかなこれ言ってること。そう目の前に見えてることっていうのはさ、やっぱりこう現実じゃないというか、自分が映し出してるってことなんで、自分がどういうことを体験したいか自分の周波数で選んでるんですよね。選んで自分で体験してるってことだから、自分の気持ちがすごい大事なんですね。今苦しいっていう人は苦しいっていう周波数を出してるってことなんですよ。出していたみたいな感じで、これなんでいたっていうことになるかっていうと、地球っていうのは物質化してるので、物質化してたりちょっと次元が低かったので、今まではねタイムラグがあるっていうのが今なんていうのかな、地球なんですよ。だからだいたい今苦しいってことは1週間前ぐらいに自分が苦しい波動を出してたってことなんですね。これがそう過去に自分が苦しいって思ってた気持ちが宇宙に行くんですよ。宇宙というかハイヤーセルフに行って、それが目の前として後から現実として来るんですね。だからさ、すごいこう目の前のことにすっごいグーって入り込んでる自分がいたりするんだけど、元を正すとね、簡単に言うともう自分でやってるんですよね。自分で体験したいことを体験する。だから人生は修行だと思ってさ、修行することこそ人生、苦しいことこそ人生っていうのを自分で思ってたとするじゃん。だから耐えてたりするとすると、耐えるのが好きっていう感じになっちゃうから、それがオーダー行って目の前に耐えるようなことばっかり来ちゃうってことなんですよね。でこれが宇宙の法則っていうのは同じものが来ますかね。耐えるのが好きって自分が思ってるとすると、はいどうぞもっと耐えるものあげますみたいな感じでさ、山盛り耐えるものが来るみたいななんかそういう感じなんですね。だから別にいいけど、何を選択しててもいいんだけど、自分でやってるんですよ。自分でやってたっていうことがからくりだったんですよね。そうこれさ、本当にさ、初めて知った時は私もあまりのショックでなんか嘘でしょみたいな感じだけど、本当なんですよ。自分でやってるんですよね。これをだから今みんな宇宙存在であったりハッピーちゃんであったり引き寄せの法則で言ってるんですよ。大体分かってると思うんだけど、本当に腑に落とす時なんですね。でだからこの現実化が今まで遅かったんですよ。すごい地球は次元が低かったから。で高次元になってくると、要は現実化が早いってことなんですね。思ったらパパパパっていう感じでもうどんどん叶ってっちゃうんだと思う。一瞬一瞬にしてね。これが地球っていうのはすんごい今思ったのが、1週間後に来るとかさ、なんかものすごい遅いから、なんか本当やっぱ入り込んじゃうんだと思うんだけど、この現実化がね早まってきたんですね。次元が上がって、何がなんか早く早くとかさ、なんていうのかな、何を選択するんですかあなたはなんて言ってるのは、現実化が早まるから、自分の選択っていうものを何を選択してるかっていうことにもう気がついて、いけばいいよっていうことなんだけど、気がつかないでいたらもう現実化が早いから苦しくてしょうがないっていう人が多分続出するってことなんですよね。自分でやってんだけどなんかだから、こうやってこの動画見てくださってる方はもう分かってるというかね、ハイヤーが連れてくるんですよ。もう準備ができてる方ですから、こういう自分が現実化、自分の見えてる現実っていうのは自分で、自分のこう気持ち周波数がこう映写機になって現実として映し出されてるっていうこと
をもう腑に落とすしかないと思うんですね。で私自身だとするとやっぱりこれに気がついて、一生懸命自分のじゃあどうすればいいかってことなんですけど、自分の気持ちを整えていけばいいんですよ。要はもう目の前の現実に入り込んでると苦しいって思うじゃん。嫌だなとかさ、あの人が嫌だ、この人が嫌だ、これが嫌い、あれがもうすごいもう耐えられないとかさ、こう思ってるってことは同じもの来るってことだから、周波数としてこれが引き寄せになっちゃうからね。こういう自分が出している、自分がどういう気持ちを出してるかっていうことに気がつくしかないんですね。でも気がつくしかないけどどうすればいいかってことなんだけど、やっぱりちょっとね、この現実を見ててもしょうがないの。こういう気持ちが出るってことは自分が入り込んでたってことだから、こっちの目の前はもう捨てちゃってくださいね。こっちじゃない、これ1週間前とか意味わかんないから捨てちゃって、もう自分の気持ちが今どういうのが出てるかっていうことに気がつくことと、あとは私がよく言ってる安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になるみたいな、この辺りをやっぱやるんですよね。自分でやっていると現実がうまく回り始めます。意図的に、だからこうなんていうの、意識的にってことで、意図っていう言葉ってあんまりさ皆さん使い慣れてないと思うんだけど、意識的にってことはね、自分で意識をして自分自身の現実をなんていうのかな、波動を整える、気持ちを整えるっていうのは意識的にやるっていうことなんですよ。今ねちょっと訓練する時なんだと思うんですよね。でなんでかっていうと、現実化がもっと早くなっちゃうってことなんですよ。なんかね、もう周り見てても皆さんも多分感じてると思うんですけど、楽しいと思ってる人はもうさ、楽しいことがどんどん来ると思うんですよね。私も本当に日々さ、シンクロの嵐ですよ。でもシンクロの嵐だけどいいんです。シンクロの嵐になるのが当たり前なんですよね。良くなっちゃうのが当たり前なんですよ。波動を整えてれば。それが私たちであったんですよね。だけど地球の中っていうことを意識して私たちは今まで生きてきてたから、なんかね逆走だったんですよね。頑張んなくちゃ、努力しない。だからぼーっとしてればうまくいっちゃうのに、怠けてたらうまくいっちゃうのに、頑張んなくちゃ、努力しなくちゃ、誰かのようにならなくちゃ、プロにならなければとかさ、そういう感じのなんていうのかな、観念っていうのがすっごい入ってるから、それで不安、じゃあ自分ができてない自分に対してダメ出しを出すと、ダメ出しを出す自分っていうのがさ、私ダメだなって思うとすると、また現実としてダメだなって思うような出来事が起きてくるんだよ。やっぱり私はダメだ、やっぱり私はダメだみたいな感じで、目の前のことの現実に入ってるから、やっぱ苦しいんだよね。嫌じゃん。楽しい方がいいじゃないですか。だから今意識的に波動、気持ちを整えて、やっていくっていう時なんですよね。で現実化が早いからなんですよ、これは。これからもっと早まっていくって話ね。で今日ねちょうど満月なんですよね。まんま満月とかも気にしてないんだけど、いいね、やっぱバシャールの話をFacebook で上げてる人がいて、ちょっとシェアしますね。今ある私たちの現実は自分と異なる周波数の世界もある程度は経験できる。今はいろんなさ人たちがまだまだいて、でももうある程度ちょうどなんだろうな、一緒にいられなくなってきた人っていると思うね。なんかいつも悪口言ってる人と一緒にいられないとかさ、なんだろうな、なんかこう自分のことぐじぐじ言ってる人と一緒にいられないとかあると思う。私もやっぱりそういうのがあるから、これはなんかだんだんそういう自分の周波数と合う人だけになってきてるのね。でこれが今はまだ違う人もいても全然いいんだけど、2033年から2050年ぐらいだから、今から13年14年後ぐらいからね、10年後ぐらいあたりからは自分が選択した周波数以外はほとんど聞いたことがないという状況になるとか言ってすごくない？意味わかんないけど、要はさ、だから自分が選択してるっていうことだから、自分がこういうことに気がついて、もう今波動を整えとけば、だから自分の思い通りのだから人生になっちゃうんだよね。なるのが当たり前だし、今気がつけばいいんだけど、
気がつかないで苦しいとかさ、嫌だとかさ、なんて言うんだろう、あの人が嫌だ、この人が嫌だってまた現実に入り込んで、そういう周波数を自分が出していれば、要はそういう現実化が早いから、そういう世界を自分がただ生きるだけですよっていうことだってことなのね。わかるかな。この現実化がさ、もう早くなっちゃうし、自分の周波数っていうのを、だから2033年に気づいたっていいんですよ。その時に気づいてもいいんだけどだって気づくのがいつになるかっていうことだよね。そうだけど今気がついたら、そのさ、だって現実化がさ、あんまりにも早すぎたら、楽しいことだったらいいけど苦しいことの現実化が早すぎたら辛いの自分ですよ。そういう感じ。私もなんか周りを見てて、やっぱりこう人を変えたいとかさ、苦しそうな人を見てると自分も助けてあげたいとか、なんてね、人が喜ぶことをやりたいみたいな感じの、それってさ、一見すると良さそうなんだけど、外側ばっかり気にしてんだよね。私なんて人を助けたいなんて一つも思ってないからね、今ね。なんで思ってないかっていうと、自分の波動を整えることに一生懸命やってるから、それがさ、結局人助けとかにもなるみたいなんですよね。人を助けたいと思ってやってるっていうよりも、自分が楽しいからやってるっていう、もうこういうことが好きでやってるし、楽になったからみんなも楽になろうよと思ってこうやって発信してるから、助けたいっていう気持ちじゃないんだよね。なんだろう、知るといいよみたいな、なんかそういう感じの気軽さなんだよな。だからそれがすっごいことだとも思わないし、激しい感じでも思わないし、なんていうの、これだけだったよみたいな、そんな感じでお伝えしたいなと思ってる感じなんですね。そうだから苦しい、だからマザー・テレサの考え方とか古いからね。自分をなんていうの、自分よりも神とかさ、ジーザスが先とかさ、なんていうのかな、人を助けることがみたいな、自分が本当にやりたければいいけど自分でやりたくないのにやってたりとか、いつもそういうパターンでさ、人の方に目が行く人っていうのは、一回止まってくださいね。一回止まって自分の気持ちを整えてください。自分が本当になんていうのか、満たされてるのか、現実が苦しかったりするとするとね、あとなんていうのかな、苦しい人が周りに多いようだとすると、その周波数を自分で出してるってことですから、目の前にバッとね、だから癒すのは実は人ではなくて自分なんですよ。これなんですよね。癒すの自分ですよ。私は自分の癒しばっかりやってるから今。本当に昨日もゴロ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 そんなことばっかりやってるもんな。だから、息子のさ誕生日があったんですよね。ちょっと話がずれるかもしれないけど、それでなんかまあインドってカーストとかあるから、私、隣の奥さんたちっていうのはバラモンっていうカーストなのね。一番上みたいに言われてるんだけど、その人たちは人がなんか他の人が触ったものっていうのをなんかあんま食べないみたいな、自分で料理しなくちゃいけないとかがあったりするみたいなね。だから私違うカーストなわけだから、その違うカーストの人が、触ったものを食べないっていうことで、私が触ったケーキを食べないみたいな話になったんだよね。で旦那さんがすっごい怒ってたんですよ。それでもうなんか、もう隣の奥さんたち嫌だみたいな感じで言ってて、で当の本人は何にも思わないんですよ。はあみたいな、そういうカルチャーあんのねみたいな。はあみたいな。だからね、自分が触ったもの食べないとか言われたら結構ショック受けたりするじゃん、普通だと。何にも思わないですよね。ショック受けてるの旦那さんだったみたいな感じで、しかもさ、なんかおせっかいだよね。別にそんなことさ思わなくていいのに、勝手に怒って勝手にプリプリしてもうやだとか言ってて、これよくある話だと思う。だから本人としては別に何にも思ってないのに、自分が怒ってるみたいな、自分が何とかしなくちゃって思ってるっていうのが旦那さんなんだよね。旦那さんだったっていう話なんだけど、だからなんで私はまず何も思わないかっていうと、もう自分が満たされてるから、外で何言われても何にも思わないんですよ。あきこが気持ち悪いとかさ、あきこブスとかさ、
頭おかしいんじゃないかとかさ言われたって何にも思わないですよ。もう自分がもしそういうこと言われたりした時にもう自分の波動を整える気持ち整えるもうそれだけですから、それを気にするってことは自分にそういう周波数があるのかなと思って自分を整えるもうそういう感じで自分を整えることに本当に一生懸命やってるって感じなんですね。で気にするってことはそういう周波数持ってるってことだから外すってことなんですよ。外すっていうのはだからもう何度も言ってますけど並木さんの統合のワークでもいいしなんかメンタルブロックの解除でもいいし何かのブロック解除でもいいしパシャルのブロック解除でもいいしヒーリングで外すってことでもいいしそれを外すスピリチュアルな技法を使って外すっていう時ですね、気づけば外れるってバシャルも言ってたから気づけばいいんですよ。こういう自分は周波数持ってるんだなって、こういうことを気にするんだな自分はっていうところにもう入り込んで熱くなってる場合じゃないというかそっちじゃないからねっていう感じなんですね。だからなんかもう本当に自分が満たされてると何にも思わないし結局そのケーキとかさ誕生日会は奥さんたちもちゃんと来てくれてすごく和やかに終わったんですよね。これは何でかっていうと旦那さんみたいな周波数を出してたら多分私もこうプリプリしてで現実としてなんていうのそういうねせっかく息子の誕生日なのにみんなでこうね怒ったような会になったかもしれないけど私が気にしないから要は旦那さんも忘れちゃってなんかハッピーバースデーとか言ってさ一番声でかくして歌ってたしなんか平和なんですよ。平和でそれでもうまた何事もなかったようになっててだから自分がいい周波数いい波動っていうのかな、自分を整えてることをやっていくと周りも勝手に良くなっていっちゃうししょうがないのいろんなことがやっぱりいろんな周波数の人今いますから旦那さんも私も周波数とか波動が違うかもしれないけどだけど何て言うんだろうそこの中で自分が旦那さんのことばっかり見てちょっとごめんなさいね子供がうんこしてさホースの上にうんこしてそのホースをさ伸ばしてっちゃって見えるかなあのホースにうんちがついてるから全部うんちまみれやめてちょっとソニちゃんやめてソニちゃんそれ引っ張んないでお母さん今洗うからこっち持ってきてお願いやべえなすいませんわかるかなこういうことを動画の中でお伝えしてるってことですね、で、そうだな自分がどういう周波数出してるかっていうことだけに集中するっていうことがやっぱ大事だと思います。結局ね見えてる世界っていうのは何ていうのかな幻想なんですよね。やっぱり見えてる世界にはあんまり意味がないですからどういうところを体験したいかっていうのを私たちはこういう目の前に映し出しながら体験していたっていうそういうからくりに気がつく時ですから、気がついていけるのと気がつかないでやっぱり違うんじゃないかみたいな感じでさ違うんじゃないかっていうかそんなことあるはずないみたいな感じでやっててもいいんだけど現実化が早いからもうそろそろ気がついた方がいいかもしれないね。あとね人に対してちょっかい出してくる人っているじゃん。なんか攻撃されたりとか攻撃的な人とかあとそうだな人に対してやっぱりこう厳しいことを言う人みたいな結構厳しいことを言いがちダメ出しをしがちな感じの人っていうのがいるとすると、自分が満たされてないっていうことがありえるのかなと思うんですね。要はさ自分を満たすことに精一杯だから私とかだとさそういう自分の波動を整えることをやってると要は人のことなんて全く気にしないんですよね。そんな余裕ないんですよ自分のことやってると。で分かりやすいところだとねやっぱ私がお手本にしてるのは子供なんですね。子供がいない人は動物がいいと思う。動物とか植物とかなんていうの虫でもいいよ、そういうなんか純粋なものというかそういうもののちょっと真似をするといいと思うんですね。で子供だとするとさねもうなんて言うんだろう自分の気持ちにそのまんまだから攻撃してこないんですよね。なんていうのかな眠い時とかは攻撃というかさみたいな感じだけど要はこうしろああしろとかさこういうところがあるああいうところがあるなんて言ってこないじゃん。
自分でもう本当に満たされてんだよ。楽しい悲しいだけど楽しい悲しいだけど、それをさ強要してこないというか、なんだろう、自分でこう満たされてんのかな。だからやっぱり、それがねすごいやっぱり平和なんですよね。だから自分が満たされてない人は人をやっぱり刺激するというか、人に対して言うっていうところがあるからね。そういうところがある人、そういう人に対して結構辛口だなみたいな人は、私もそうだったから、辛口だったんですよね。すごいウニって言われてたら、ウニってトゲトゲのウニあるじゃん。ウニって言われてたから辛口だったんですよ。自分にも辛口で人にも辛口みたいな。そうだけども今は何にも思わないんですよね。こういうことやりたいんだなとかさ、だけどそういうところをやり続けてる人っていうのは、要は結構自分の方を見てなかったり、自分が満たされないっていう可能性、満たされてないっていうそれだけだから、自分の方に目向けてあげる時、自分を癒す時だって思うといいんじゃないかなと思います。はい。まあこんな感じのことをいつもやってます。皆さんよかったらなんか参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。ではまた撮ります。